デスティニーガンダムの開発秘話と最悪の悲劇。デスティニーガンダムは機動戦士ガンダムシードデスティニーで登場するザフトで開発され、形式番号は ZGMFX425 と設定されている。デスティニーガンダムは当初は開発する予定ではなかった。実はインパルスガンダムの新たな装備としてフォースシルエット、ソードシルエット、ブラストシルエットの3装備を統合発展させたデスティニーシルエットの開発が行われていた。しかしデスティニーシルエットは戦闘時のエネルギー消費量やインパルスガンダム本体への負荷が大きいという問題を抱えていた。そこで改めてデスティニーガンダムを新規開発される運びとなった。このデスティニーガンダムの開発はプラント最高評議会議長ギルバート・デュランダル議長の指令によって開始された。その時の指示は最高の技術を全て盛り込むことが求められた。この言葉の真意は核エンジンやミラージュコロイドといったユニウス条約によって禁止された各種技術を使用することを意味しており、機体にはこれらの技術を発展させた装備も用いられている。加えてこれら既存技術の発展転用だけでなく、モビルスーツによる戦闘運用の新たなる創造とも言うべきデスティニーガンダム独自のシステムも多数採用された。最新型の動力機関であるハイパーデュートリオンエンジンの搭載によって獲得した膨大な出力を多彩かつ強力な兵装軍に用いており、外部装備なしでも恐るべき総合性能を持つオールラウンドな機体に仕上がっている。さらにインパルスガンダムに用意されていたフォースシルエット、ソードシルエット、ブラストシルエットの各武装を統合・高性能化して装備することに成功した。これによりいかなる戦闘距離においても敵機を圧倒する最大の攻撃力と驚異的な機動力を発揮する。装備類は高度化に反して機体自体の構造はシンプルで、兵装は比較的スタンダードと言える。またソフトハード両面に対し通常をはるかに超える反応速度を見せ始めた新アスカのために調整を加えられたため、新アスカの潜在能力を余すことなく発揮させる。よってデスティニーガンダムは専属パイロットである新アスカが登場した時にこそ進化が発揮されるモビルスーツとなった。さらに様々なガンダムタイプモビルスーツの特色をも加えられたデスティニーガンダムはザフト究極のモビルスーツとされる。その性能はストライクフリーダム、インフィニットジャスティスといった同時代の多勢力の機体と同等とされる。この高性能を実現している秘密は核エンジンとデュートリオンシステムのハイブリッド動力にある。2つのジェネレーターの相互補完によって理論上パワーダウンすることはない。性能面で従来の動力機関の数倍の出力を発揮する。そしてデスティニーガンダムの特徴的な装備は何といってもハイブのウィングユニットだ。これはフリーダムの能動性空力弾性翼を発展させたものであり、大気圏内を問わず絶大な機動性を持つ。また高機動時に形成される光はウィングユニット内部に惑星間航行システムであるボアチュール・リュミエールを転用した高水力スラスターが搭載されており、これを最大加速させた際や水力の増大時に発生したものとしている。一方でもともとスターゲイザーに搭載された同盟の技術は太陽風のみならず各種レーザーや粒子ビームを受信・変換することで高圧推進に利用できるレーザー推進としての側面を持ち合わせることから、スターゲイザー以外のこの技術を取り入れた軍用モビルスーツでは機体内のレーザー発信機を利用することで能動的な瞬発的加速力に優れるモデルを搭載したとする資料も見られる。デスティニーガンダムは特殊なエネルギー変換によって得られた強大な高圧を推進力としており、ハイパーデュートリオンエンジンから供給される無限の電力を用いて巨大な光の翼を形成し、他に類を見ない超加速を発揮している。またデスティニーガンダムは高機動時にミラージュコロイドを広域散布することで超高機動と同時に周囲の空間上に磁気の光学残像を形成することが可能となっている。武装としてはインパルスガンダムの各シルエットごとの特徴的な武装を初期装備として備えている。中でもよく劇中で使われたのが MABAR73S 高エネルギービームライフル、 RQM60F フラッシュエッジにビームブーメラン、 MMI-714 アロンライトビームソード、 N2000GX 高エネルギー超射程ビーム砲である。そしてデスティニーガンダム特有の武装も存在する。それが両手の手のひらに装備された隠し武器ともいえるビーム砲の MNIX340 バルマフィオキーな勝負ビーム砲である。これは密着した状態の相手を確実に破壊する武装で、通常ありえないゼロ距離での格闘戦を想定した武装から
デスティニーガンダムの得意さを伺える武装の一つだ。新機軸の武装のため戦術バリエーションが未知数である。しかし、この武装は過去のガンダムシリーズの機動武闘伝 G ガンダムに登場する機体と酷似していて、ガンダムシード、デスティニーでは、機動武闘伝 G ガンダムの主人公を務めた関智一が出演していたので、本人は他人の機体の感じがしないと発言していた。余談になるが、デスティニーガンダムでデザインについて監督である福田光雄は、とにかく最強というコンセプトを提示し、そのキャラクター性を踏まえて、熱そうなフェイスやシャープなデザイン、グレーがかったカラーリングを採用したという。また、福田光雄は、インタビューに際し、シード、デスティニーが、どちらの陣営が善悪という話ではないと前置きしつつ、デスティニーガンダムの悪党は、小さな子供に分かりやすい絵を記号化したものであると説明している。このことから、デスティニーガンダムは、ある意味悲しい運命を背負わされていたのかもしれない。しかし、私は、シード、デスティニーの主人公は死んだと思っている。きっと、キラが主人公だというのは、公式の都合のいい変更に違いない。今日の内容はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。